はい、皆さんこんにちは。令和の甘安王子こと東雲レアです。はい、エロメンの上原千秋と申します。よろしくお願いします。お願いします。前回の動画皆さんちゃんとチェックしていただけたでしょうか。今回はもう本当にテーマなんてないざっくりの対談で、大先輩にねそんなゆるっとしたテーマで来ていただいて申し訳ないんですけど、遊びに来ていただいております。一応これまで何人かねエロメン出ていただいて、皆さんそれぞれエロメンになった経緯なんて聞いてるんだけど、今回の千秋くんもちょっとその経緯を教えてもらっていいですか。はい、僕は24歳の時に応募して、当時は普通にこう自営業で働いてて、なんか家でネットでこう仕事する系だったんで、結構暇だったんですよね当時で。なんかバイトなんか人に会う仕事がしたくて、でバイトとかなんかしよっかなみたいなこと思ってて、でその時にその仲いいAV 女優の友達がいて、でその子とご飯食べてる時に、いや暇だからさなんかいいバイトないかなとか言ってたら、なんか女性向けの AV あるし、やってみたらみたいな。で何それと思って、本当にご飯食べながら調べて、面白そうじゃんとか言って、本当その日に応募して。すごい決断力が。当時はシルクラボっていうその、メーカーと、あとガールズ CH っていう、こう 2台分かれて、なんかその2台女性向け AV みたいな感じだったんだけど、でシルクラボに出てるのがエロメン、でガールズ CH に出てるのがラブメン区分で分解して、で当時はその僕女性向けの AV をどんなものか知らなかったから、なんとなく本当にこうホームページとかの雰囲気を見て、シルクを選んで応募して、それが 10月の半ばぐらいで、11月に確か面接があって、で12月に撮影、早いですね。で1月デビュー、ポンポンってすごいだったかな、そういう流れかな。なんかなんとなくの感覚ですけど、りくくんと同期なんですかね。一応、その作品が僕出たのが1月で、で向井さんが出たのが4月かな。で3ヶ月先輩みたいなくらいの感じ。そうね。だから学年でいうと一緒で、そうですね。なんかこう AV 男優になるにあたっての抵抗感みたいなのってなかったんですか。でもなんか AV 男優って1回は夢見たことない。なんか若い時とかそうですね。あるじゃん。なんか身近であって一番遠い職業じゃないですか。そうで東京に住ん僕京都出身なんだけど、京都にいるとそういうのってなんかすごい別の世界で、東京にいるとなんかそのロケ地がなんかその例えば新宿だったり近いじゃん。でなんかその AV ってその東京にいるとそういう職業も身近にあるんだみたいな認識はあって、でそのもちろんでもなんか知らないよとかそういうのはなんかこうブログとか体験ブログみたいなの読むの好きだったから、でもなんかすごいひどい扱いみたいなされてるレビューなんかそのコメントが多くて、でシルクを見た時にすごい綺麗で本当にドラマ仕立てのもので、お芝居とかちょっと興味あったから、なんかそういうのも含めて興味があって、全然その否定的なその観点みたいなのなくて、やりたいみたいな気持ちの方が圧倒的に強くて、当時はその YouTube でそのシルクチャンネルっていうのがあって、メイキングとかもあって、その撮影のこう合間にっていうのがあって、それも見て、めっちゃ楽しそうやんみたいな、もうバスローブ着て台本読みながらこうインタビューされてるみたいな、なんか本当映画みたいじゃん。なんかそういうのってすごいもうワクワクしてた当時は。じゃあそんなひょんなことからエロメンになったんでちなみにバイトでもしようかなって思って相談したって言ってたじゃないですか。バイトって知ったことあるんですか。バイトはでも知ってた。知ってたんですか。東京来てから3年ぐらいはしてたかな。なんか想像できないですね。でも最初は本当になんか芸能の本当にマネ事みたいなちょっとモデルとかをやってて、だからそのなんかオーディションとか撮影とかがあると急に休まなきゃいけないとかがあって、ちゃんとしたバイトってあんまできなくて、そうですよね。最初は本当10個ぐらいバイトを辞めて、そうなんだ。めちゃくちゃ辞めた。じゃあバイトの経験値としてはすごい増えてはいる。めっちゃおもろかった。いろんな職業やって、それはそれでいいな。最終的にはめっちゃ緩いカラオケ屋さんがあって、でそこで長くとはいえ1年半ぐらいかな。カラオケ屋さんに上原千秋がいたと。千秋くん目当てで来る人だってちょっと今回しれっとこの場所使ってますけど、見ていただいて分かる通り明らかに普通の部屋ではないじゃないですか。
でもやっぱその千秋くんがこうコラボで来てくれるってなって、まあこう千秋くんに合うウェア探さないとねみたいになって何でもいいよそれ着地したのがこの部屋だったんで。めっちゃ頑張って探したからね。アニメスちゃんの家みたいになってるけど大丈夫？でも多分見てる方と同じ意見を持ってると思うんですけど似合ってますよここ。いや本当にその10個バイトやったおかげで役柄にこう幅は出るかもしれないです。あ、でもそれはあるかもしれない経験として。俺も引っ越しのバイトとかコンビニのバイトとかしたことあるんで、へえ。なんかそういう役もらえたらうまくできるのになって思いますけど。一番長くやってたバイトなの？コンビニが一番長くやってました。へえ。ローソン。あ、ローソンなんだ。俺ミニストップだった。じゃあソフトクリーム負けるってことですか？負ける。すごい。もう時効なんで言えるんですけど、ローソンの唐揚げくん作るところの床に段ボール敷いてずっと寝てました。夜勤で夜勤で。でいけんのそれ？入店音を変えられるんですよ。なんか一番最大まで上げとくと飛び起きるんですよ。客が入ってきた瞬間にボワーンってめっちゃでかい音で入店音が鳴るんでカッみたいな起きて立ち上がってレジに立つみたいな。いやそれこそコンビニに篠宮レイヤー行ってもびっくりするよね。どっちも想像つかないしかも自分ド金髪で働いてたんで。もう変わってない？何歳ぐらいの時？でも22とかですよ。だから見た目的にはほぼ変わらないですね。そうね。東京来た時に一番最初にしたバイトがタピオカ屋さんだったのね。そこは3ヶ月で閉店しちゃったんだけど、その時はすごいタピオカ兄さんって呼ばれてた。そうなんですね。なんか目当てで来てくれる子とか、最後閉店しちゃう時はなんかその女の子たちが小中学生とかなんだけど、なんかそのタピオカ兄さんありがとうみたいな袋にお菓子とかいっぱい詰めて出してくれたりとか。すげえ。やっぱ興奮したんですね。しないよ。小中学生しないよ、さすがに子供なんか子供だなと思って可愛いなと思って。年齢層的にはなんか年上が好きとか年下が好きとかあるんですか？どっちも好き。なんかもうこの年になるとあんまないかも。あ、そうなんですか？どっちももう年下も大人じゃん。あ、そうですね。まあ極端にその40歳50歳とかになると大人より上だなと思うけど、でもやっぱりこの仕事を始めてからなおさらやっぱりまあいろんな年代の人とお会いするから、年はねあんまり何歳だからっていうのは気にならなくなったかな。でも逆に撮影でたまにこう20歳の子とか来ると、わかっと。あ、でもそれはそうですよね。今千秋くんはエロ面の作品1本出てる？いや、男性向けもちょこちょこ出させてもらってては3年ぐらい前から転機があってその男性向けまで出ようみたいなったんですか？なんかエロ面のグループラインがあって、そこでこう向井さんが、なんか男性向けでなんか楽なやつでできるやつあるよみたいな感じで、でも全く本当に違う職業だと今も思ってるし、当時はもっと強く思ってたから、出るのがおこがましいと思ってたの自分が、男性向けに。で向井さんがまあラフな感じでできるよみたいなことを言ってくれてる監督が男優探してるよっていうことで、まあ、ちょっと経験として一回やってみようかなみたいな思って、それが今もお世話になってる監督なんだけど、まあその多分一番最初が、スタートがすごい、まあ、ラフな現場というかやりやすかったから今も続けられてるのかなとは思うかな。その女性向けと男性向けでだいぶ違うって言ったけど、具体的にどういうところがなんか違いを感じるポイント？まずはでも男優のポジションですかね。やっぱり現場でのポジションみたいなのが全く全然違くて、まあ女性向けに出てるとやっぱりそのまあ本当にこうまあ女優さんと合わせてメインでこう2人で作っていくという感じが強いんですけど、やっぱり男性向けだと、まあ、女優さんと、まあ、監督とカメラマンが作っていくのに男優も寄り添うみたいな形になるから、だからスタッフの一員みたいな感じなんですよ、男性向けの男優さんは。一発目の男性向けラフな現場ってどういう作品だったんですか？なんかその監督が結構その、まあ、立ちを気にしなくていい人なんですよ。なんか言っていいか分かんないけど、立ってなかったら立ってなかったで、立ってないなりのパフォーマンスっていうのを前期に徹するみたいな。でそれはその次はだったんで、それができて、立ってる人は入れて立ってない人はまあなんかそのカバーするというか。一発目いきなりこうで、しかもそのまあエロメンのグループラインで来たやつだから、なんかその複数人を募集してたんですよ。でなんか3人応募っていうかやってみたいっていう人がいて、だからそのエロメン3人と、その女優さん3人の 6P。なかなかのドリームマッチみたいな。確かに。そうシルクでやりたいよって思ってるかもしれない。本当だよね。まあでもそういうとこから徐々にこうステップアップさせてくれる監督が今この業界にいるっていうのはめちゃめちゃありがたいです。なかなかないし、もう男優はできなかったらこうもう呼んでもらえないっていうことが多いから、
育ててくれるっていう監督はあまり今ないかな。そうですね。レイヤ君ってさ、令和の甘い掃除じゃない。はい。そういう異名みたいのはある。僕は何話の潮吹名人っていうのがあります。すごいね。千秋君と共演したのがちゃんと共演したのって1回ですか1回だね。1回ですよね。その 12P の女の子がこうバーって並んでて、パッて誰かが「何話の潮吹名人」みたいな感じで誰かが言ったら千秋君がなんかこうやって出てきて並んでる女の子1人ずつ潮吹かせていって、でなんかちゃんと喋ったことその時まだほとんどない時で、そうだね、で何話の潮吹名人とかも知らないし、なんかすごいぞこの人みたいなでもなんかその初めてのそんな大人数のランでなんか結果残さなきゃって思って、こう千秋君がこう潮吹かせてるとこに仰向けでヘッドスライディングして、千秋君が吹かせた潮を俺顔に浴びてありがとうございますっていやそれすごいなと思ったよあれ言うっていうなんか謎の爪痕の残し方いや俺こんなイケメンがそこまで体張るんだっていうのをすごい覚えてるなんかバーって潮を浴びながらなんか今日の天気予報って雨でしたっけとか言いながら潮を浴びてたのはそれしかできなかったんですけど、その時は。いやでもすごい体張れる子だなってめっちゃ思って、その時すごいなと思った、でも100発100中でしたね本当に。たまたまね。でも9割かな、9.5 割ぐらいかな、感覚で。でも多分吹いたことがないって人とかでも全然まあバシャバシャではないかもしれないけど、でもある程度出せますね。まあいける。まあ本当体質的に出ない子は出ないし、さすがに。あとはその出ないって分かったらもう試さないのね。ああはいはいはい。大体まあ3秒ぐらいで分かるから。うんうん。っていうかね、指入れたら分かる大体。そこら辺詳しく。なんかまあ G スポットにやってるんですけど、ここにまあ難しいんですけど水分が入ってるかどうかみたいな感覚なんですよ。でも確かになんかタンクみたいなのありますよね。なんか吹く子ってここがこうちょっと丸くなってるのが完全にこっち向きに丸くなってると、あ無理だなって思います。そこに水が溜まってるかどうかっていう。こうですよ。こうだったら吹くけどこうだったら吹かない。吹かないです。それはあるかな。でも俺多分千秋君ほどその的中率が良くないから、多分千秋君の手の指の長さとか多分この角度が多分すごくその9割の女性の人にマッチする角度でちゃんとやってると思う。デフォルトは2フィンガー。そうですね。もうこの2本じゃないと無理ですね。中指と薬指。そうですね。ちょっとできないの。この角度覚えて帰ろう。あでも俺特許取ってるから。あダメですか？うわ。ドンキで言ってるかも俺。上原千秋のゴッドフィンガー。で動かし方的には？最初はこう動かしながら僕肩を動かすんですよね。肩から行くって言いますね。よく。まあ疲れちゃうんでここだと。だから三角筋使ったり二頭筋使ったり前腕使ったりとか、まあ結構その長いと筋肉分けて使わないとバテちゃうんで分けるんですけど、最初出るまでは指をこうしながらこういう感じでやるんですよ。で出るなと思ったらもう指は使わなくていいんで、もうこの確かにあんま動かさないですね。でも潮吹結構やってるよね。やってはいますね。なんか別に苦手意識はないですけど、なんかダメだって思った時にじゃあこれも試そうみたいななんか手札はないですね。でなんか負けたらただ負けるだけなんで。感覚でやってる。いやむずいですね。共有するもんじゃないから。再現性を出すのは難しいですね。千秋君は S か M かで言ったら属性的にはどっち？僕でもアママゾって感じですかね。アママゾ。アマエスとアママゾ。さっき言ったに合わせたらアママゾだけど、アマエス王子に合わせるとアマエム。アマエムだね。エミネムみたいですね。確かに。アマエム。なんかド M だと思ってたんですけど、やっぱ業界ってすごい人いるから上には上が。この業界いるとなんか変態って名乗るのがおこがましくなって、自分が普通になりますね。なんかすごいいっぱいやってるでしょとか、なんかすごいんでしょテクニックみたいななんか言われるじゃないですか。プロってAV男優ってバレると。でもなんかいや本当に俺って普通なんですよねみたいなっていう感覚になっちゃう。そう僕らはなんかそのまあ要はそのビジュアル枠だったりとか、まあ若い人や枠みたいなのが多いけど、やっぱその M だったら M で専門の人がM プロフェッショナルみたいな人がいるから、そういう人たちは本当にすごいちょっと違う畑にいるよね。そういう人たちとは。じゃあ割とこう千秋君が出てるシル君の作品だとその M 寄りというか攻められる役柄の方が多い。シルクだと僕なんかちょい S が多いですね。まあでも見た目には合ってますよね。まあちょっと王子様系の役がやっぱこの背景に合う通り、見た目そんな感じだからこう
女の子の中本当にでも自分初めて会った時に少女漫画から抜け出してきたんかみたいな印象がすごい強かったんで、まあ、すごいイケメンだなって記憶だったんですけど、なんかその初めて一緒に出たキャスでハンドエクスタシー千秋降臨ってズマピの持ちネタをなんかみんなもうズマピがやったけどもうこの流れ広めないように終わろうみたいな空気だったのに千秋くんがめっちゃちょけてなんかハンドエクスタシー千秋降臨ってめっちゃ気合い入れてやったのがこのビジュアルでそんなことされたらもう世の中の人は太刀打ちできないだろうってめっちゃ面白いってめっちゃノリいいって思ったのがめっちゃ記憶に残っててあったね、いや俺もなんか別にこう褒め合いしてるわけじゃなくて、でもレイヤ君をなんか結構エロメンって最初に会った時ってみんなこう、あどうもみたいな感じの人が多かったんだけど、あそうなんですか、今まででも本当にいた人の中で一番堂々としてるし、でもなんかちゃんとその適当なこと喋ってるとかじゃなくてちゃんと面白いこととか、まとえたことを言ってる、そのなんか真面目にふざけられる人だなっていう印象はすごく強かった。いやでも嬉しいですね、みんなとご飯行ったりしてるよね。行ってますね。なんかまあ自分が男優歴も浅いのもあって、まあ業界の話とかも聞きたいですし、まあせっかくこうねコロナも終わってイベントができるようになってきたんで、なんかみんなとコミュニケーション取っててよりこうイベントで話しやすかったらいいなっていう感覚もあるんで、なんか一昔前のエロメン時代みたいなのが結構上下関係結構作って、聞きました。なんかそういうのはなかったし、なんか今のこの若い子たちがその俺は良くないと思ってたの、上下関係厳しいのは、それをなんか崩していい意味で崩してくれたと思ってて、よかった。でまあ逆にこう気軽に飲みに誘ってくださいよっても言ってくれるし、まあもうケンティとかもね言ってくれたりとか、今すごいなんか一番いい村になってるなっていうのがすごい。本当ですか。よかった。でもその筆頭にいると思うレイヤ君が。ありがとうございます。でなんか6年も先輩の人がなんか気軽に遊びに誘ってくれたり、まあ、相談乗ってくれたり一緒の現場で仕事できたりみたいなのってなかなかこう普通の会社で6年も先輩ってなったら相当立場違っちゃってなんかコミュニケーションもこう限られたコミュニケーションしか取れないと思うんですけど、やっぱその今エロメンこう上下関係がなくなってきたみたいな話は本当にそうだと思ってて、それが、まあ、自分たちからしたらすごくいい方向に進んでてなんかいろんなアドバイス聞いていただいたりしてるので、まあ、これからエロメンが新しいステージになるんじゃないかなと勝手に思ってるので、なんかまあ見てる皆さんもねまあ、すでにファンの方たちは引き続きついてきてほしいですし、なんかこの動画見てエロメンに興味持ってくれる人がまた増えたらいいなって思ってます。はい、ということで今日はエロメンの大先輩、上原千秋君に遊びに来ていただきましたが、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。罰ゲームで集大を探したんですけれども、前の動画でね、はい、めちゃくちゃ面白かったです。またなんかこの後普通にお酒も飲みに行ったりするので、またラフな感じで遊びに来てもらえたらなと。もちろんです。またぜひ呼んでください。はい、ありがとうございます。そしたら、これで千秋くんコラボは終了なんですけれども、まあ前編後編っていう言い方はあれかもしれないけど、千秋くんが出てる動画他にもあるのでしっかりチェックしてみてください。今YouTube チャンネル自体って動かしてらっしゃるんですか？上田チャンネルという YouTube チャンネルをやってまして、まあ、僕自身で、ラブグッズ紹介、オナホールとかのグッズ紹介したり、女優さんとコラボで、まあ、男性向け女性向け両方ともグッズ紹介してますので、そういうのもぜひそちらの方も、ご覧いただけると嬉しいです。じゃあ概要欄の方に貼っていくので、ぜひ皆さんそちらの方もチェックしてみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。